皆様こんにちは。ディスカバーワールドカフェスタの時間がやってまいりました。武井俊介です。まず昨日大阪北部におきまして大変大きな地震が発生をいたしました。不幸にもお亡くなりになられた方のご冥福を心からお祈りを申し上げます。またお怪我をなされた方の一日も早い回復を心からお祈りをいたしております。私ども政府与党一体となりまして全力で対策に取り組んでおるところでございます。今後ともしっかりと取り組んでまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。そうですね。ありがとうございます。皆さん本当に大変だったと思います。本当頑張ってください。ありがとうございます。では今日もカフェスタ、今日も放送してまいりますが、今日はですねこうしてお運びをいただきましたアフガニスタン駐日大使バシル・モハバット大使にお越しをいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそ本当今日お招きいただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。大変ですね、もう明るい大使でいらっしゃいまして、いつももうお話をしてますと話題が絶えないわけでありますけれども、アフガニスタン、もう皆さんもですね、ご存知かと思いますが、こちらすみません、これアマゾンで買ってきた言っていいのかな、ここでございます。中央アジアのですね、こちらの国でございますけれどもですね、正式にはアフガニスタン、イスラム共和国ということでありますけれども、こちらの方にも地図がございますが、こちらでございます。首都がカブールということで、人口が約3000万ということで、国土が65万平方キロということでございますから、日本の約 1.7 倍というところであるわけでございますけれども、今どうですか、やはり非常に戦争がありまして、国土もですね、もともと昔からですね、例えば、それの侵攻があったり、いろんなところで歴史的には大変苦難の道を歩まれてきた国かというふうに思いますが、今の現状とこの平和への取り組みっていうのは今どういったような感じでいらっしゃいますか。確かちょっとごたごた頭してますけども、政府と国民は本当、みんな、平和のために一生懸命でまして、日ごとに確実にその進展も発展も結構ありますので、それは平和のために皆さん本当はもともとアフガン人は結構みんな非常に平和好きで、平和のために一生懸命やってるその国民ですから、そもそも正直言いまして、今先生の話にもありましたように、そもそも侵略だとか全部外からアフガニスタン押し切られてる、要はテロのいろんなことがありまして、それ外から来て、アフガン人は一生懸命本当平和のためにみんな元々穏健派で平和作りの国民ですから、だいぶ今状況が日ごとに良くなると。で特に特に18年目に入りますけども、アフガニスタンはタリバン政権崩壊してから全国際社会とりわけ日本の援助と2番目のドーナーとしてもう本当に非常にアフガニスタンの姿あらゆる意味ではだいぶよく良い方に変わりまして、そこでこのアフガニスタンの発展にはそのアフガニスタン国民とまた政府は団結で日本の支援と多大なそのご協力を本当心から感謝しております。日ごとに良くなると思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、そういったアフガニスタンといいますとですね、どんな国で、どんな人々が暮らしていて、どんな景色があるのか、意外と我々も戦争の映像ばかり見て知らないところがたくさんあります。今日はその国の魅力をですね、たくさんお伝えしていきたいというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずですね、この番組恒例のアフガニスタンの国歌をお聴きいただきたいと思います。
ありがとうございました。私もですね、ちょっともう瞬間芸でこの間にこう着替えさせていただきました。今日は僕は不安したのに。とてもお似合い。似合ってますか？ありがとうございます。とてもお似合い。ありがとうございます。音がいいからね。はい。とってもなんか着やすい衣服ですけれども、まあ今でちょっと国歌を流させていただきました。この国歌の意味とか、また思いっていうのはお伝えいただきたいんですが。結構ご存知結構いろいろまあ40年間の近くの争いも戦争もいろんな国民の大変なあれがありましたけど、中身は大体いろんな民族をみんな統一でみんな平和に共存に暮らしましょうと、で仲良くして、国を、一生懸命立て直してまた世界の平和にも貢献しましょうと、でなるべく平和だとか、いろんな民族の統一だとか愛情だとかそういうの話の内容は結構国家の中にシートして組まれてる、それがもう、まさにアフガニスタンはそれが一番必要とされていることではないでしょうかね、今ね。ちなみに今大使はですね、もうお聞きいただいても分かる通り大変日本語が堪能でいらっしゃって、もう本当にもう日本人よりもなんか日本人らしい感じもするんですけれども、実際この日本とのご縁とかこの日本語をこうやって学ばれるきっかけなど少しお話をいただきたいと思うんですが。ありがとうございます。そうですね、そもそもうちのおじさんです。お父さんのお兄さんが1964年から67年まではこれ副大使をやってまして、で当時アフガニスタンに一番平和というか、こって一番アフガニスタンにいい時ですけども、大体1万人近く日本人がアフガニスタンを訪れていろんな方が見えてた。でその中ではちょうど私も本当小学校中学生の時だったんですけども、高校生で大体ほとんど日本の方はうちに見えたりとかで、よく僕らもいろんな案内したりとかで、そこで日本のいろいろ当時いろいろ雑誌とか珍しいもの、当時ジンタンとかね、昔慣れたなかなか渋いですね。そうそう持っていた映像とかいろいろで、あと一つ挨拶でもそれからお辞儀のこれでも非常に日本の文化にすごく興味を持ってて、でそこで日本に留学したいということでうちさんのいとこだったのをお願いして、で、19歳の時1976年だったけども、留学生として日本に行きました。でそれがもともとうちさんの仕事として見えた外交官としてそれが縁の日本とですね。でもう思い越せばもう本当43年も43年、だからもうずっとそれこそもう生活も日本の方がもう長くなりました。でいつも体はアフガン人で心は日本人として言ってますけども、もう本当もう本当自分の祖国ももちろんそうだけど日本も当然大好きな国民になりましたので、ありがたいですね。いやいやもう本当にこうして日本のことをですね、本当に応援をしていただく大使なんですけれども。ではですね、まずこのアフガニスタンのですね、紹介ですから、本当に我々じゃあアフガニスタンがどんな国でとか、どういう気候でとかって知ってるようで知らないところたくさんございますので、少し写真など見ながらお話をしたいと思いますが、これはすごい美しい緑が多い国なんですね。そうですね。もともとこれバーミヤンなんですけども、ちょっと残念ながらタリバンにねこういう大きなあれをこれされたんですけども、ちょうど両方の世界一番立ってのあれでブッダの一番55メーターの一番高いあれを立ったまで世界で37メーターあれだったんですけども。これバーミヤンのあれですよ。でアフガニスタン季節は4つありまして、で春夏秋冬ちょうど日本と一緒で、そこ大きな違いはアフガニスタンはカラッとしてました。日本はちょっとジメジメしてる、それが大きい。で季節はまた同じ時期はまた一緒ですから。これはバミヤンの美しい湖ですね。そうです。これはバンダミールと言いまして、ちょうどバミヤンの近くです。でこの色がまたものすごく不思議な色、非常に深い緑色です。これちょっとブルーの知ってますけども、でいまだにその不思議な色はどうやってそういう不思議な色かなかなか分かってない。非常に綺麗な自然ので、最初の国立公園もここになります。こんな美しい景色がねアフガニスタンにあるって我々も本当に
初めて知るんですが、また四季の美しいそう景色でこれがありますね。先ほどそういたのそうちょうど春ですちょうどチューリップなんですちょうど今5月6月もあらゆるところのこれチューリップ結構チューリップですこれ野生のチューリップ、いろんな砂漠と山に結構ですこれもいろんなその風景コンジュ州ですとかこういろいろこうそれぞれの州のあれですもうこの春ですと地方もうそう山とか砂漠大体こう結構野生の花ですとか緑がとにかくものすごく多いんです。すごいです。なんか絵の具で描いたようなですね、すごい景色ですけれども、こういったような景色が広がってるんですね。でこれちょうど夏のこれもバンダミリ先の中部のバンダミリでいろいろこう景色これカブルの近くのバンダからがっています。これも湖です。であとはもうあとアフガニスタンって果物はものすごく豊富非常にもう何でも取れます。非常に味も自然的または農薬も使わない非常に健康にいいです。でメロンでもスイカでもそう大体大きさ25キロ一つだけでもそうもう非常に甘くてそうでブドウも大体70種類以上のブドウが取れます。これみたいなそうこれブドウですね。そうザクロはもう本当世界一のザクロそうでいろんなもう本当もう何でも果物ですでしかも1年間でずっとどんな季節いても必ずいろんな果物は必ず手に入るというか。でこれちょうど冬ですね。そう冬ちょうどカブルですでカブルちょっと山に囲まれてるんですけど冬も結構厳しい。場所にいてところにいて大体もう10メーターとか15メーターの雪が積もるところも結構あります。で夏も結構暑い厳しい冬も非常に厳しいとか雪たくさん降る。でちょうど日本によく似てますけど北行けば例えば北海道、行くほど寒くなってます。で南行けば沖縄みたいに暖かいところもあります。なんか我々こう砂漠といいますかこう荒涼としたイメージがあるんですけど非常にやっぱりこう気候も豊かなんですね。いや本当おっしゃるとおりもう4つの季節は全然もう山も多くてもう砂漠も少し一部ありますけどもうこう4つの季節こう冬もそうだからこう雪たくさん降りますから水がものすごくおいしい豊富なるほどそういう意味では水もいっぱいある国です。そうだからもう今度本当一番いいなのは今度また一緒にねいつかこれはもう一番そうこう目でねご覧になると一番いいかと思いますけど結構。いやありがとうございます。見ていただいて分かる通りやはり非常にこの地理的にもそしてまた自然も食べ物も豊かで、ある意味ではそういう国だからこそなかなかこう今までさまざまな外敵がですねさまざまな外国の人が狙ってきた改めてそういう意味で私たちからすると本当にこう砂漠の中の荒涼としたイメージがあるのはやっぱ全く違うっていうのは大変私もですねお話を大使とする中でですね大変驚いたところでございました。いや本当おっしゃると確かイチはね歴史の流れでそのイチがものすごく大事な一だからからそうでこちらの方も結構いつも羽田空港これ1969年でちょうどアフガニスタンの王様日本正式な方も一緒間でちょうど昭和天皇の時に今ちょうど画面にも出たんですがこれもうちの当時の王様とクイーンホマイラさんとで1週間日本の正式な訪問なされた時の画像なんです。だから王族同士でも非常に仲良くて今もいつも天皇陛下のお目にかかるといつも当時の皇太子で見た時にはごめんなさい訪問なさってでそれでいつも聞かれるんですけどもそういうちょうどそういう時の映像なんですけどそうでちょうど私も一応私もちょっと日本今自分大学なんですけど出た大学そうなんです。名古屋一番の私長い青春時代捧げた名古屋について言ってますけども自分の一番長い活動しているということをちょっと証拠の写真として一つつけましたので。ありがとうございます。本当にこうしてですね、日本との歴史も大変深いわけでございますけれどもですね。さあですね、今日はですね、またさらにですね、皆様にこのアフガニスタンの魅力を知っていただこうということで、この番組食べ物はもう名物ですが、特に今回はですね、素晴らしい料理をたくさんですね、揃えてもらいました。じゃあちょっと持ってきていただきましょう。はい、まずじゃあ料理をいつか持ってきていただくんですが、ちょっとじゃあこれしましょうかね。じゃあこれちょっと一旦じゃあじゃあちょっとこちらにちょっと移動してもらってですね。はい。で、なんとですね、いろいろとあるんですが、今日はですね、
なんとこの、料理もこれから出てくるんですけれどもですね、なんかシェフが自ら来ていただいてましてですね、この料理を運んで、いただいて、おります。じゃあこれちょっとはい、もうこれもちょっとどけちゃいましょう。見てください。もうすごいもうだんだんなんかこうフルコースになってまいります。シェフはこちらでもお名前は。うちシェフのラウフさん。ラウフさん、ちょっとカメラになんか一言訳しますから。そう、今日は本当私にはもう招待してくださって、今日はもう真似していただいてありがとうございます。ありがとうございます。ラウフさんありがとうございます。ありがとう。これ先生パラウって言ってます。でパラウってこれ一番代表的な。そう。もともとその英語のピラフもこの名前から出てる方。ピラフね、はいはい。で一番本当におもてなしの時にはこうパラをこれ出す。で、おいしい。よかったです。でこれ日本の餃子というやつはもともとマントゥですから。で結構マントゥってね。そうマントゥってこちらの方ですね。マントゥってなんかおまんじゅうっていうやつか。いやどうか似てるんです兄弟ですかね。そうそう。マントゥとまんじゅう。マントゥと。マントゥそうこれマントゥこれ中身が何かって聞かれてますけど、中身は羊肉のひき肉ですね。羊のひき肉でね、ヨーグルトがかかってますね。でヨーグルトはとか野菜もよく使う料理ですから、ヨーグルトもよく使う。とっても美味しい。ほらよかったですね。なんかわかりますかね。中身そうひき肉。羊のひき肉が入ってます。なんか私もちょっとお腹空いてください。いや後でまた。いやどうぞ。結構ね美味しいです。この番組ねずっと食べてるもんですからね。いいですね。そうしたらもうちょっとじゃあ今度また次また読んでください。いやちょっとそう冗談ですけど。でこちらの方ねアーシュと言いまして麺類ですけど。麺類ね。そうこれも召し上がってください。ありがとうございます。ちょっとこれはこの。でもそのままでいいですか。このままですか。はい。これもやっぱりあれなんですか。ヨーグルトをかけるんですね。で麺類でいろいろ野菜を使ったりとか豆ですとかでアフガン料理は先生ご存知アフガン民族多いからで非常に非常にアフガニスタンのユニークなところは民族多いということは例えば1時間でも走ればもちろんまずこの料理。人間人の顔、言葉、服装、もう全部大体変わると。そこぐらいのユニークだからこれアーシュと言ってますけども、アーシュも地方によって少し中身とか作り方がまたちょうど日本みたいなラーメンも九州ラーメンもあれば、それから北海道ラーメンで少し中身もう違うんですから、あとは味付けだとか、だからそうです。これ料理もそうなんです。地方によってそれこそ全然違う料理もあれば、同じ料理の中でもまたいろいろ種類、作り方も違えば、あとまた日本もそうなんだけどご存知家庭料理もまたあります。で家庭料理もそれこそまたいろいろまた違う味というか、その奥さんに言ってまた少しずつお母さんいやうちのお母さんは袋はこれがもう味が自慢したりとかね、そういうのもこうも結構歴史古いからね。あとアフガニスタンご存知これ十字路だから、それこそ日本のそうです本当日本のその文化もそうそれこそその食べ物習慣言葉全部日本の奈良からローマまで、ローマまでは5000人にわたってそれこそいろんなあれが結構クラスルって言ってましたが全部混ざってるから、だからその分正直言いまして結構ユニークなところも多いし楽しみも多いし食べる人も楽しみ服装も言葉も文化も行事もいろいろ結構たくさんの人だから。なんか結構全部食べてないね。私はもう喋ってなという。ありがとうございます。先生私の話ちゃんと聞いてください。聞いてますとてもよく聞いてます。なんかこちらの方になんかとてもよく聞いてます。そうですか。なんか今私ずっとワンマンショーみたいな。ワンマンショーでねもう素晴らしい。ちなみにこれ日本でそうだからよかったです。ありがとうございます。日本もそうなんだけど日本じゃアフガニスタン全くねおもてなしの国、おもてなしというのは
お客さんですとか、友達が来てくださる方がたくさん召し上がるとその分やっぱり嬉しいというか、なるほど、美味しそう。だからもう本当今日全部先生いただいてください。全部いただいてありますけど、これ食べてるとこの食べるだけで番組終わっちゃうんで、でもいいんじゃないですか、たまに美味しい。このあれですか、ヨーグルト結構使うんですか？そう、まあ全部そうじゃないんだけども、まあ料理によってじゃ一つは結構野菜とヨーグルトがその健康的な結構そうなんです。だからこう非常にそのイメージとしてはすごくスパイシーとか辛いとか決してそうじゃないです。今召し上がってる通りに結構こう中間の味。で結構日本人の皆さんの味にも結構お口に結構合うそうあるんです。だから変にスパイシーでもなければその結構変に脂っこいそれもでもないと。ちょうど中間。すごいさっぱりしますね。そうです、おっしゃると、そう。さっきから結構ずっと食べましたね。ずっといただいてください。終わっちゃうんでちょっとじゃあとりあえずどうぞ。じゃあ一回ちょっとこれ美味しかったんでまた後そう。次のチャンスねまたそうね20回目をまた先生。これちなみに日本で東京とかでこういうアフガニスタン料理の食べられるお店とかってあったりするんですか？まあ残念ながらちょっとねまだそのそうだけどなんですが、まあこれからちょっといろいろねちょっと1箇所2箇所あるんですが、まあ全部はアフガン料理ではないんですけど、これからそうねそれをこうお人形にもちょっと定位置に戻っていただいて、そうですね。だからまあ良かったですね。美味しい、とってもいただきまして、もうなんかこう食べるのに夢中になっていや全然思いましたけど、でまあ引き続きちょっとこうね、民族性など少しお話も伺っていきたいんですけど、まあ今ちょうどね画像が映ってそのこれ難しいと難しいはクックです。国のスポーツ伝統的なやつ。これスポーツなんですね。スポーツ一応まあチームにもよりますけど、例えば20頭とか30あるいは50頭ずつ2つのチームをこうやってでそれを争いこう要は何をこう争い方この羊ヤギなんですね。大体ヤギをこうヤギがここにいるんだ。ヤギ要はブズカシとブズはヤギとカシとカシですから引っ張るとかそういうそこからでヤギを引っ張るとまあそういう直訳はそうなんですけども、そこをこう50頭一緒にやって100頭になってそこからもう下からしゃがんでこのヤギをこう取ってそこから出してで次のサークルまでは持っていく。一つサークル1個です。ただこの簡単にはこれなかなか取れないじゃないですか。なぜか皆さんみんなこう取ろうと。しかもね結構強くないともうこれだけでも非常に重いからこれヤギ自体もそう。だから結構一つだから難しいってあまりにもこう結構難しいだから難しいよねいつも難しいと言ってますけど国技ですねこれ昔からそう一つそうでこれが伝統的なアフガニスタンのそのまあアタンって言いましてこれも国の一ついろんな祭りだとか、結婚式だとかなんか勝利するとかいろいろとそういう時にはまあ踊るその、国民的な、まあ、男性はこういうふうに女性は踊ると、ナショナルダンスって言ってアタンって言いますね。まあ今もこう本当に見させていろんな文化がやっぱりまあ今モンゴルのに近いようなイメージもありました。やっぱいろんな文化が混じり合うんですね。交差点ですね。そうこれ雪氷だ。そうこれはもうアフガンの人大体北の方パミール高原とかそちらバダクシャン州が多いんですけども、これはまあ国のそのこそまあ動物とか国獣ですね。こうナショナルアニマルと言いますけど、これ結構今でこれも大使？さあまあいやね大使は昔から負けてない今ねこれでこれ一つの一人のそのナショナルトレジャーと言いますアフガニスタンの有名な歌手今残念ながらちょっともう38年前に殺されたんですけどもいまだに非常に国民的に非常に人気があるということをちょっとこう何ていう名前の人？アフマド・ザヘルさん。私個人的にも大好きだからそれでもちょっと一つ。じゃあアフガニスタンの方にザヘルさんでみんな知ってる。まずもういまだに今日でもアフガニスタンにいたことなければない今の世代でいたこともないじゃいまだに日ごとに彼のファンがどんどん38年まずアフガニスタンプリスリーいわゆるプリスリーでこれは今一生懸命アフガニスタンこれに力入れてるのはサフランです。サフラン。そうアフガニスタンサフランアフガニスタンサフラ
ランは何回国際その展示これでは糸のあれをもらってます、取ってます。と言いますのは大体他の国は花というのは2つのなんかあれがあって、そこからサフランというアフガニスタンはこの3つがあって、で非常にその香りもまた味も非常にもう素晴らしい。今結構どんどんアフガニスタンはそちらの方を近いてどんどん輸出。これはもう絨毯もご存知で昔からアフガニスタンはそう絨毯は一つのメインの産業といいますか、そう国のあれですから、いろんなあらゆるその一つイメージがね高いというのもありますけど、結構値打ちの値段でアフガニスタン今絨毯を結構今どんどん輸出して、これは国の一つのその重機ですね。そう重機で、みんな日本のそのものも結構みんな好きで、結構みんな若者こう一つのこう非常に楽しそうにこう朝が結構いいなと思ってこうちょっとあれしたんですけどさ。こうやって若い人たちでこう日本のこういったものがですね、こうアフガニスタンのまた新たな再建にね役に立っていると思うととても嬉しいですね。日本の製品は全て大人気、みんな大好きです。例えばアフガニスタンもう一つアフガニスタンのその財産というのは若者、要は若い世代、大体65%今みんなもう20代です、非常に大きな財産の国で、一生懸命みんな勉強しているし、一生懸命学校も大体タリバンの時には80万人のその、しかも特に男しかいなかった学校へ帰って、今大体1000万人近くみんな学校へ帰って、40% は女性の方、非常にそういうだからアフガニスタンの将来のみんな宝ですから、で留学生も日本にも本当に非常に感謝しなきゃ、大体700名近く留学生、日本も今受け入れてもらっている、これから2020年、この女性これみたいに、女性の教育なんかを非常に一生懸命されてるんですね。一生懸命そう、特に女性の方、なぜかタリバンの時学校行けなかった世代だから、今はもうあらゆる分野で女性活動して、アフガニスタンの議会ではね、憲法に定められた 28% 女性でなくて、 28% で女性じゃなきゃいけない。実はそうなんですよ。で参議院もそう、衆議院もそう。だから今もう女性はあらゆる分野で、大使から大臣からもそれから先生、医者、いろんなところ社会の活動をやってもらってるし、これいろいろこう先ほどいろんなそう先生があってもいろんなそう民族のそう服とか服装、こういう近代化もあればトラディショナルというより伝統的な元の古いのあれもあれば、いろいろ結構そう民族によってそれぞれまた違うやつあるんですよ。そうだからこれも一人のこれはオリンピックそうこれはちょうど北京のオリンピックに銀メダル銅メダル取ってますけども、そうでネクパーさんといってこれいくつかのメダル今テコンドーです。テコンドーそうスポーツもねそうテコンドーですけども結構スポーツはね日清で昔から結構みんな好きで、特にサッカーもそうだし、ちょっと残念ながらまだ報道なさらないから日本結構みんな大体今クリケットも結構世界の大会に今度出るぐらいです。全体的にスポーツも結構アフガニスタン盛んでみんなかけて、であとはもう宝石です。宝石はもうアフガニスタンご存知先生資源、もう何でも考えたら取れます。何でも。例えばレアメタルにしても世界の17種類、本当に14種類アフガニスタン。でアフガニスタンの全ての資源、銅、鉄、もうユラニウムも全部2つの大きな違いです。まずはクオリティ、あとクワンティ、要は量と品質。これ本当世界でも最も見たら何でもある。あとは宝石、もうエメラルドからルビー、アメジェスト、サファイア、何でも取れる。全部。で今度はホーリーに先生一緒に皆さんで行きましょう。ぜひちょっとみんなでホリに行って。私は一緒そう。で一発でも億万長になりますから。億万長じゃない。頑張りましょう。これ結構何でもね取れるんですけど、結構綺麗そういう意味で、ラピスラズリはそう本当山々。結構昔から昔それこそエジプトのファラオのある時にもラピスラエジプトまで結構みんなネックレスとして飾りとしてこういうふうに使ってたと。それはこれエメラルドですけども、資源は何でもある。これも一ついろんな民族の方なんですね。まだいろいろちょっと代表的なにあれしてますから、パシュトゥンとかね、タジェク、ハザラ、トルクメン、サダー、バローチも結構もうアフガニスタン民族結構多いんですけどね、アイマークとかパシャイとかサダーとかいろいろいます。結構まだまだねたくさんいますけど。
でも今いろんなまさになんかバンドを組もうってありますけど、まさになんかいろんななんかこうおしゃれですよね皆さんですね。結構本当もう昔からそうおっしゃるんです。結構おしゃれで結構こう先ほどルールじゃないけどルールみたいにファッションもそのあれも結構表現でみんな明るくて国民も平和的で非常にミュージックもすごくみんな大好きだし、で一生懸命仕事もしたし一生懸命その自分の生活も結構楽しんでるみたいな。ちょっと残念ながら今たまにねありますけど、本来はすごくこう本当穏やかで明るくて一生懸命そう、それがもう本当おっしゃるとおりです。なるほどですね。もう本当に今日もいろんなお話聞いただ伺っても私もだいぶ食べる時間もだいぶ今日が長かったんですけどあっという間の30分来たんですけれども、大使からぜひですねやっぱり私も今日お話聞いてまたいろんなアフガニスタンの景色を見てやはりイメージってだいぶ変わって、やっぱり話って聞いてみるもんだし、実際の生の思いっていうものを伝えていく、私たちも政治家ですけれどもそのやはり大事さを今日改めて感じたわけですけれども、大使から改めてご覧の皆さんにですね、大使の思いそしてまたアフガニスタンのことをぜひお伝えをいただきたいと思います。いや本当は今日本当にありがとうございました。本当に大統領はもうこれから皆さんみんな世界の平和のためにみんな人類平和のためにまたはもうみんな幸せになるという一生懸命みんなで頑張りましょう。今日本当日本からも先ほどの話でアフガニスタンのためにその国民もアフガニスタンの国民も政府も日本の皆さんから本当心からアフガニスタンを応援してくださって本当心から感謝をしております。これからも本当よろしくお願いします。ありがとうございます。今日本当先生ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。今日本当に皆さんにですね聞いていただいて私も非常に良かったなというふうに思っております。やはりこういった思いをぜひですね今日もまた皆様ご覧の皆さんがまたアフガニスタンのことを伝えていただければというふうに思います。武井俊介のディスカバージャパン、今日はですねバシル・モハメッドアフガニスタン駐日大使にお越しをいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。次回はアラブ首長国連邦 UAE をお送りをいたします。再来週です。またご覧ください。ではありがとうございました。どうもありがとうございました。